ポケモンピックアップウィークドラゴンボリューム1解説、ジャスパルと申します。ということで、ドラゴンタイプがピックアップされる、なぜかドラゴンタイプウィークではないという名前のキャンペーンが告知されましたので、詳細確認していきたいなと思います。ラティオスイベントの詳細だったり、ミニロードマップに関してはすでに動画アップしておりますので、ぜひともそちらをご確認いただけたらなと思います。ってことで、ジジイロンが新登場となるキャンペーン、ポケモンピックアップウィークドラゴンボリューム1見ていきたいんですが、まず一つ1ツッコミいいですか？ジジイロンの詳細はで、普段ね、そのガチゴラスの登場の時とかだったら、木の実ウィークの前後とかでこういう風に告知されているものなんですけれども、今回ね、ミニロードマップが入ってきたからなのか何なのか、ジジイロンの詳細が告知されないということで、いつになったら出てきてくれるんでしょうかね。ちょっとぜひともそこを教えていただきたいなというところなんですけれども、ピックアップの部分で出現するフィールドだけは判明しているので、そこだけね、まずサクッと確認していこうかと思うんですけれども、ジジロン、若草本島とラピスラズリ湖畔とアンバー渓谷と若草本島 EX の4フィールドに出現します。若草、ラピス、アンバー、若草 EX ということで、ほなラティオスイベントはこの4フィールド開催になるんでしょうかね、という感じではあるんですけれども、それ以外のジジイロンの詳細はまだ発表されていないということで、どうなるんでしょうか。めちゃめちゃ気になります。スキルのポケモンなのか、食材のポケモンなのか、まさかの木の実のポケモンなのか、詳細は後ほどということになっておりますが、それ以外見ていきたいなと思います。キャンペーンポケモンピックアップウィークドラゴンボリューム1です。概要です。ポケモンをたくさん仲間にしよう、ポケモンピックアップウィーク。1週間続くこのキャンペーンはドラゴンタイプのポケモンがピックアップされる特別な期間です。後日詳細をお知らせ予定のラティオスと心の雫イベントに向けて、たくさんのドラゴンタイプのポケモンを仲間にしておきましょう。期間中は1日1回目のおやつタイムでポケモンが1匹必ずチャンス状態になります。さらに期間限定ミニアメブーストが使用可能です。加えて今回のキャンペーンでは特別にミニリュウとタツベイに期間中のみ若草本島と若草本島 EX でも出会えるようになります。お楽しみにということで、朝に出したねラティオスイベントの動画では若草系のフィールドにミニリュウとかタツベイとか出張してきてくれないかなっていうことを言ってたんですが、しっかりと出張してきてくれるということで、これはドラゴンタイプ全体の少なさに救われた格好なのかなと思います。残念ながらというべきなのかプラスではあるんですけれども、進化後の白竜、海竜とかそういったポケモンはね、若草系には出現しないので、そこも含めて後ほどね、最終的にざっくり初見全フィールド解説やっていきたいなと思うので、お話ししていこうかなと思います。てなわけで、開催期間が5月25日からの1週間となっております。現在開催中の木の実ウィークボリューム2が終わって1週間準備の期間を経てから、ポケモンピックアップウィークドラゴンボリューム1が開催となります。長いのでドラゴンピックウィークと呼びましょうかね。開催フィールドは全てのフィールドとなっておりますが、ドラゴンタイプが1体も出現しないフィールドがありますのでご注意ください。そんなわけでミッションの実施期間もございまして、ミッション、前回のスキルピックウィークの時はこんな内容となっておりました。今ね、画像を表示してるんじゃないかなと思うんですけれどもね、こんな感じで今まで通りジジイロンのお香とかがもらえる感じになるのかなとは思います。で、一応隣に、前回のエスパータイプウィークのものも乗っけておこうかなと思いますが、前回エスパータイプウィークの時ってポケサブレ合計10枚もミッションでもらえるようになってたんですね。こっちがいいでもね、名前変わりましてポケモンピックアップウィークでありますので、おそらくラティアスの時みたいな感じで来るんじゃないかなと思われますね。で、このジジイロンのお香に関してなんですけれども、もちろんね、このタイミングで使っていただいてもいいんじゃないかなと思いますが、ラティオスイベントがおそらくドラゴンタイプのポケモンをリサーチできた時に、ラティオスの羽毛的なアイテムの獲得量が増えるという仕様になるんじゃないかなと思うので、フレンドポイント16無進化ポケモンのジジイロンをラティオスリサーチで呼び出した方が
羽毛的にお得だよということにはなるんじゃないかなと思います。それ以外には無進化ポケモンで、基本的にね、ラティオスリサーチ中って毎日のように私はラティオスのお香を使っていくことになるんじゃないかなと思うんですけど、どんな内容になるかイベント内容になるかわからないんですけれども、というところもあるので、いっそさらに持ち越して3周年フェスティバルの夢のかけら 2.5 倍のタイミングであったりとか、ホリデーのタイミングに使うっていうのもまた一つね、選択肢なのかなと思います。無進化ポケモンのお香をタダでゲットできそうなタイミングでありますので、どこで使うのかというのはちょっとお考えいただけたらなと思いますし、もっと言うとラピスラズリコハンのミニ竜のお香とか、アンバー渓谷のタツベイのお香とかもこのタイミングで使うんじゃなくてラティオスイベントで使うっていうのもね、一つ念頭に置いてみていただけたらななんて思います。そんなわけでミッションがございます。でですね、このポケモンピックアップウィークの期間なんですが、グッドスリープデーが重なるものと思われます。グッドスリープデーが重なります。おそらく30、31日の同日でグッドスリープデーが重なるんじゃないかなと思います。同日で日曜日が眠気パワー2倍のタイミングなので、初心者リサーチャーからベテランのリサーチャーまでめちゃめちゃ眠気パワーを稼げるリサーチができるんじゃないかってことで、おそらくね、ジジイロンはやっぱり最近追加されているフレンドポイント16のポケモンであると、星3ネガオやお腹の上ねをリサーチするために必要な眠気パワー消費、なかなかとんでもないことになってるんじゃないかなと思うんですよね。昨今追加されているミカルゲーとかツボツボみたいなポケモンとかだと、確か星3ネガオが 1.7 億眠気パワーとかなんかそれぐらい使ってましたっけ？それは言い過ぎでもね、それぐらい大きく使っているポケモンだったりとかしますので、ジジイロンも例に漏れずそれぐらい星3、4ネガオはかなり見づらいんじゃないかなと思うので、この週末のグッドスリープでうまく活かせるかどうかは結局運次第なんですけれども、あるよっていうことは覚えておいていただけたらいいんじゃないかなと思います。そんなポケモンピックアップウィークドラゴンボリューム1となっております。ボーナスです。期間中開催フィールドで以下の効果が発生します。全日程において睡眠リサーチにてチャンス1匹確定、1日1回のみです。その日のリサーチャーの睡眠タイプに限らず他の睡眠タイプのポケモンも出現。睡眠リサーチにて特定のポケモンの出現確率アップ、後ほど確認します。期間限定ミニアメブーストが使用可能以上というですね、非常に潔い、とにかくポケモンをゲットするためだけのキャンペーンだよというような感じになっておりますが、これね、〇〇タイプウィークと中身ボーナス自体は全く一緒なんですよね。なのでなんでポケモンピックアップウィークという名前に変わったんでしょうかね。ここちょっと謎なポイントではありますが、皆さんの考察などもあればぜひともお教えいただきたいなと思います。さあ、そしてそんなピックアップのポケモンたち見ていきたいと思います。下記のポケモンたちといつもより多く出会えるチャンスです。中ピックアップはジジイロンとなっておりまして、小ピックアップミニリュウ、ハクリュウ、カイリュウ、チルタリス、タツベイ、コモル、ボーマンダ、オンバット、オンバーンとなっております。ラティアス以外の全てのドラゴンタイプ、進化後も含めたドラゴンタイプがピックアップされるというキャンペーンになります。それでもね、このたった9体しかいないわけなんですけど、ジジイロン入れて10匹しかいないわけなんですけれども、残念ながらというべきか、進化前が飛行タイプであるチルットはピックアップ対象になっておりませんので、もしチルタリスを育成したいな、厳選したいなと思っている方は、もう今週来週、特に木の実ウィーク、今このタイミングでチルットが出てくるフィールドにいるのであれば、そっちを先に優先するというのもお考えいただけたらなと思います。そんな感じで進化後も含めた全てのドラゴンタイプのポケモンたちが出現します。ここもね、〇〇タイプウィークと同じ特徴なんですよね。前回のね、スキルピックウィークの時は、スキルのポケモン多すぎたからなのか、種ポケモンに未進化のポケモンに限定されていたかなと思うんですけれども、ドラゴンは少なすぎるということで、進化後も全てピックアップされている〇〇タイプウィーク方式が採用されておりまして、チャンス1匹確定があるということになっているので、カイリュウ、チルタリス、ボーマンダなんかを直接ゲットするチャンスかもしれませんね。ちなみにボーマンダがピックアップされるのは多分初めて
なんじゃないかなと思います。海竜も初めてでしたっけでそんな感じで非常に貴重なドラゴンタイプのピックアップがあります。ってことで各フィールドで出会えるポケモン初見でちょっこり全フィールド解説やってみたいなと思います。見ていきましょう。まずは若草本島です。若草本島のピックアップ、ミニ竜達兵衛、オンバットオンバンジジーロンの5匹となっております。今回でピックアップがかなり絞られているのがマジで熱いイベントなんじゃないかなと思っております。若草本島と若草本島 EX にはミニ竜族達兵衛族の進化後は残念ながら来られていないということで、逆にピックアップが絞られておりますので、ジジーロンのみ中ピックアップなんですが、オンバーンもジジーロンも眠気パワー的に初心者リサーチャーでそんなポンポンリサーチするというのは結構難しいんじゃないかなと思うので、意外とミニ竜達兵衛オンバットまあ探せるんじゃないかなとは思っております。これどうなるでしょうね。小ピックアップそのものはそこまで信用してないんですが、ここまでポケモンの種類がピックアップの種類が絞られているとなると話は別なのかなと思います。まだねラピスラズリコハン、例えば解放したてでフィールドボーナス上がってないよみたいな方とかは本当にミニ竜だったり達兵衛だったりねを探す絶好のチャンスになるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも若草本当は一つ初心者の方には特に検討してほしいフィールドかなと思います。なかなかねオンバット系統以外はその初心者でラティオスイベントで活躍してもらうっていうのは結構難しいのかなと。進化するまでのレベルもかなり遠いので、オンバーンも遠いんですけどかなり遠いので、そういった大変さはあるんじゃないかなと思いつつ、本当にミニ竜、海竜だったりボーマンダー、このポケモンスリープにおいて最強格のポケモンであるということはもう疑いようがないかなと思いますので、ぜひとも探してみてほしいなと思います。そんななかなかおすすめできそうな若草本島ですね。そして一つフィールドがありません。シアンの砂浜、残念ながらドラゴンタイプの出現なしということで、なんか雰囲気的にはねラピスラズリコハンと結構似ているような感じではあるんですけれども、シアンにはドラゴンポケモン一切出てこないただの闇鍋フィールドとなっておりまして、同日にはねピッピ族のピックアップがグッドスリープデーによってあるかなと思うので、P 厳選をしたい方はシアンの砂浜へ行ってみるというのはいかがでしょうか。シアン EX も間近というところで、もうドラゴンのポケモンたち十分揃ってるよという方は、ワンチャンありなんじゃないかなと思いますが、週末の眠気パワーがもうどっちゃり溢れてしまうということだけはご注意いただけたらなと思います。そんな書かれてもいないシアンの砂浜でした。お次、トープ洞窟はオンバットオンバーンのみ出現となります。トープね、残念ながらジジーロン来られなかったということでね、ジジーロン結構山奥とかで住んでたイメージなんですけど、ちょっと洞窟の中とかまで入っていくにはなんか暑いしちょっとね気乗りしなかったのかなというところで、オンバット系統を探すのであればかなりあり、飴を集めるという意味でも結構ありなフィールドになってくるんじゃないかなと思います。初心者にとってはオンバーンがおそらくこのラティオスイベントで最も手っ取り早く活躍してもらえるポケモンになるんじゃないかなと思いますし、これは本当にイベントの詳細が発表されてみないとわからないんですけど、イベント2週目には前回同様スキルレベルプラス5ラティアスリサーチ同様のスキルレベルのボーナスがね入るということも考えられますので、オンバーン本当に進化させて 2,3 体並べとくだけで、レベル上げるのが大変だから3体とか並べるのかなり難しいと思うんですけど、並べとくだけでめちゃくちゃエナジーに貢献してくれるんじゃないかなと思うので、そこは一つありなんじゃないかなと思いますが、ちょっとねこれまでの情報を見るにトープ洞窟がラティオスイベントの会場に指定されるのかどうかかなり怪しい雰囲気が漂っておりますので、トープのフィールドボーナスを上げてもちょっとあんまり意味はないのかなというところはお気をつけいただきたいなと思います。なのでもう本当にオンバットガチ狙いの場合はピックアップも絞られておりますし、結構ありかもしれません。トープ洞窟でした。お次、宇野花雪原にはチルタリスが出現します。それだけと。チルッとも出現してくれたらね、話は変わったかもしれないんですけれども、それだけということですし、こちらもフィールドボーナス上げてもといったところかなと思うので、チルタリスガチ勢の方はぜひとも行ってみてください。宇野花雪原でした。
お次、ラピスラズリコハン。ラピスはなんといってもミニ竜系統が出現しますし、ジジイロンも出現しますし、おそらくラティオスイベントでも開催フィールドになるんじゃないかということで、フィールドボーナスを上げておく価値も高そうだってことで、かなりおすすめできるフィールドの一つかなと思います。特にね、白竜、海竜までピックアップになっているというところと、週末のグッドスリープデーで眠気パワーが爆増するというところまで含めると、かなりピックアップがね本当に相当絞られているというのもあって、結構ミニ竜の飴集めに有効なんじゃないかと思うんですよね。その集めた飴をミニ飴ブーストしたいので、開催期間ミニ飴ブースト1週間延長してほしいところではあるんですけれども、ミニ竜探しかつミニ竜の飴集めにこの機会、もううってつけの機会となるのかなと思います。で、おそらくなんですけど、ラティオスイベントの時もこれらのポケモンたちがピックアップになるんじゃないかなと思います。多分若草でもまたミニ竜達兵衛はピックアップしてくれるんじゃないかなと思うんですけど、そんな感じでね、そこまで含めてかなり飴を集めるチャンスがあるんじゃないかみたいなところと、フィールドボーナスを上げるところとみたいな観点を持って、ぜひともラピスラズリコハンまずね優先的に考えてみてほしいなと思います。個人的にはミニ竜がやっぱめちゃめちゃおすすめなポケモンなので、まずはここから解放できている方は考えてみるのがいいんじゃないかなと思っております。ラピスラズリコハンでした。お次、ゴールド級発電所が存在していないということで、ゴールド級発電所にもドラゴンタイプのポケモンの出現ありませんので、P を週末に探しつつ、夢のかけらもそれなりにゲットできるフィールドというところで、ゴールド級発電所には白羽の矢が立つ可能性があったりなかったりするのかなといったところでしょうかね。そんなゴールド級発電所でした。お次、アンバー渓谷です。アンバーにはチルタリス、達兵衛、コモル、ボーマンダ、オンバット、オンバン、ジジーロンと、なかなかたくさんの種類のドラゴンタイプのポケモンが出現します。個人的にはね、ラピスラズリコハンぐらいピックアップ絞ってくれてても嬉しかったところではあるんですが、やはり達兵衛族のピックアップがどでかいのかなと思っておりますが、スプリングフェスのタイミングも、現在の木の実ウィークのタイミングも、なかなかね、小ピックアップのポケモン、達兵衛とかあんまりは出てきてないイメージなんですが、今回そこまでピックアップのポケモン多くないので、どうなんだろうなというところですね。達兵衛どれだけ出てきてくれるんだろうなという感じです。2日に1回ぐらいは出てきてくれるだろうなという目算なんですが、果たしてですね。ここもね、フィールドボーナス上げにかなり有効ですし、ドラゴンの種類が最も多いのがアンバーとなっているので、ラティオスイベントのタイミングで羽毛を集めるにはアンバーが一番いいという可能性もあるのかなと思います。なのでそこも含めてフィールドボーナス上げだったりとか、達兵衛厳選、ジジイロン厳選にアンバー渓谷を選択するというのはいい選択肢になりそうだなと思っております。こちらもかなり有望株なアンバー渓谷でした。最後、若草本島 EX です。若草 EX にもミニ竜、達兵衛が登場しまして、他、チルタリス、オンバット、オンバン、ジジイロンとなっております。チルタリスって若草本島に出てこないんだ。ということで、若草プラスチルタリスが EX となっております。EX も週末にグッドスリープデーがあったりして、眠気パワーを稼げるタイミングっていうのはあるので、眠気パワー稼ぎに自信にキネキは行ってみるのもありなんじゃないかなと思います。EX でここまでピックアップが絞られているタイミングというのもあんまりないんじゃないかなと思いますので、眠気パワーをがっつり稼げる人であれば、そのレアリティの高い寝顔、星3寝顔とかお腹の上寝とかは飴の獲得量も増えていたりとかするので、トータルそのね、達兵衛の飴稼ぎたいんだったらアンバー行ったりとかした方がいいような気はするんですが、飴集め的にもプラスの要素があるかもしれないなとは思うので、若草 EX 実力のある方は考慮してみてもいいんじゃないかなと思います。グッドスリープでもありますしねという、そんな悪くないタイミングな若草本島 EX かなと
思います。そんなちょっこり初見全フィールド解説でしたが、シアンの砂浜とゴールド級発電所はドラゴンタイプ1体もおりませんのでね、ぜひとも皆さんどこのフィールドが気になるのかお教えいただけますと幸いです。私どこ行こうまだちゃんとは考えきれてないんですが、ラピスラズリコハンのフィールドボーナスカンストさせないようにね、実はちょっとキープしていたりとかもしたので、このタイミングで行こうかなって思ったけど、ラピスに行きたいメインアカウントは海竜すでに2体育てててもう1体育てるの無理そうすぎるので、またおいおい考えておきたいなと思います。そんなピックアップのポケモンたちでした。その他各項目の詳細についてなんですが、期間限定ミニアメブーストに関しては今まさに開催されているものと全く同じ内容となっております。いつものやつですね。いつものやつなので、今週と注意点も同じということになっております。またその他注意事項なんですけれども、達兵衛とミニ竜に関して6月8日12時まではお香を使用することで達兵衛たちに出会うことができますよということが書かれております。おそらく私の予想では6月8日からラティオスイベントが開催されるものと思うので、そこはそこでまた延長されるんじゃないかななんて勝手に思ってはいるんですが、一応ね今回の期間中ミニ竜のお香、達兵衛のお香を若草本島や若草本島 EX でも使うことができますので、そこだけ覚えておいていただきたいなと思いますし、このイベントが終わった後1週間後までも若草系でミニ竜達兵衛のお香を使うことができるよっていうのだけちょっとだけ覚えておいていただけたらなと思います。それ以外に特筆すべきものはありませんでした。といったポケモンピックアップウィークドラゴンボリューム1でした。いかがでしたでしょうか。皆さんはどこのフィールドが気になりましたでしょうか。ってことでね、イベント内容そのものはもう丸々タイプウィークと丸かぶりというところではあるんですが、なぜか名称が変わりましたし、一体いつになったらジジイロンの詳細は出てくるんでしょうかねえ、やっぱサイズ感的にもチルタリスぐらいのサイズがあって、そういえばね、体長が3メートルぐらいあるということで、現在で 2.7 メートル、2.5 メートルあるガチゴラスがお腹の上根がないということになっているので、ジジイロンの寝顔の種類にもちょっとね注目したいところでありますね。ジジイロンがいけるんだとね、サイズの問題じゃないっぽいぞというところにも分かってきますので、お腹の上根があるのかどうか注目して見てみたいなと思います。これまでお腹の上根がなかった無進化ポケモンっていましたっけ？多分誰もいないんじゃないかなと思うんですけれども、そういった初めてのパターンとなるのか、飴が集めにくいんじゃなかろうかみたいなところまで含めてね、ちょっとジジイロンの詳細気になるところです。そんなポケモンピックアップウィークドラゴンボリューム1でした。皆さんの行きたいフィールドコメントお待ちしております。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。もう朝からね2本動画投稿してまして、どちらも応援やコメントたくさんありがとうございます。こちらもよろしければ何卒よろしくお願いいたします。ここで徳を積んでおくと、この木の実ウィーク中のニュームーンデーで色違いが出たり出なかったりうんぬんかんぬんといったところかなと思います。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。それではね、怒涛の告知ラッシュとなりまして、ここからまた来週にはラティオスの詳細も出てくるところでありましょうし、ジジイロンの詳細も出てくるかなと思うので、また動画作りたいなと思います。そちらの動画が上がるのもお楽しみに。それでは今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。